健一な、待って。助けて。うるさいな。寝たらいいのにね。暗殺をしないでくださいね。はあ、この子供はもう私の持ち子ではありませんね。香川県の郊外、築40年を超える古い一軒家には、湿った沈黙が支配しています。82歳になる佐藤和子は、曲がった腰をさすりながら、今日も重い足取りで台所に立ちます。はあ、今日もまた、この日が始まったのね。彼女が手にしているのは、自分の一食分にも満てない質素な食事ではありません。2階の自室に閉じこもったまま、30年間一度も働いたことのない、52歳の長男健一のための食事です。和子のこまごまとした厚生年金だけが、この家の唯一の命綱。自分の薬代を削り、古い服を繕いながら、彼女は息子の食費をひねり出してきました。しかし、その限界は、和子が自覚しているよりもずっと近くまで迫っています。健一、ご飯を置いておくわね。温かいうちに食べなさいよ。ドア越しにかける声に返ってくるのは、重苦しい沈黙か、あるいはうるせえ、という鋭い罵声だけ。親子の絆はとっくに枯れ果て、残されたのは依存という名の醜い執着だけでした。これは、日本のどこにでもある8050問題の慣れの果て。親の愛が毒に変わり、親子が共に地獄へと落ちていく、ある家族の終焉の記録です。和子の朝は、誰よりも早く、そして静かに始まります。近所の目が怖くて、洗濯物も人目につかない時間に干さなければなりません。あそこの息子さん、ずっと見かけないわねという近所の奥様方のささやきが、彼女の心にへかく突き刺さります。30年前、健一が就職活動に失敗し、部屋に閉じこもったあの日からはこの時間は止まったままです。ふると深いため息をつきながら、彼女は健一の部屋へと続く階段を見上げました。階段の隅には埃が積もり、2階からは得体の知れない異臭が漂ってきます。それは30年間掃除を拒み続けてきた健一の部屋から漏れ出す停滞した空気の匂いでした。健一、少しは窓を開けたらどう？外の空気を吸わないと体に毒よ。返事はありません。ただ、部屋の中でマウスをクリックするカチカチという音だけが響いています。彼はネットの世界に逃げ込み、現実の母親を透明人間のように扱っているのです。和子は、健一が暴力を振るわないことだけを、せめて物救いだと自分に言い聞かせてきました。しかし、その静かなる依存こそが、二人を少しずつ確実に蝕んでいることに、彼女は気づかないふりをしていました。預金通帳を開くたびに、数字は減り続け、和との手の震えは止まらなくなります。もし、私が明日倒れたら、この子はどうやって生きていくの？その問いに答えを出せる者は、この家には誰もいませんでした。その日は、朝からはこの持病である腰の痛みがひどく、台所に立つのさえやっとの状態でした。はあ、痛むわね。でも、健一のご飯を作らないと。震える手で包丁を握り、キャベツを切る音が静かな台所に響きます。不注意でした。指先を深く切ってしまい、鮮血がまな板に広がります。いた。健一、健一、ちょっと来てちょうだい。和子は必死に2階に向かって叫びました。助けてほしい、その一心でした。しかし、
階段の上から聞こえてきたのは、ドスンという激しい足音と怒鳴り声でした。うるせえんだよ。静かにしろって言ってるだろ。集中してんだよ。バタン。トドアを蹴るような音が響き、再びかの中は静まり返りました。和子は血の流れる指を抱えたまま、冷たい床にへたり込んでしまいました。はあ、はあ。私は、この子のために何をしてきたのかしら。息子にとって自分はもはや母親ではなく、ただ食事を運んでくるだけの機会に過ぎない。その残酷な現実に、和子の心は音を立てて崩れ去りました。溢れ出す涙が血と混ざり合い、床を汚していきます。30年という歳月が、どれほど重く、そして虚しいものだったのか。和子は自分の育て方が間違っていたのだと、今更ながら痛感せずにはいられませんでした。指の傷に包帯を巻きながら、和子はふと壁にかけられた古い写真に目を留めました。そこには、大学の卒業式で誇らしげに笑う若き日の健一と、亡き夫の姿がありました。あの頃は、こんなことになるなんて夢にも思わなかった。健一は真面目な子でした。しかし、その真面目さがあだとなったのです。大手企業の内定を得られず、就職浪人を繰り返すうちに、彼は次第に外の世界を恐れるようになりました。お母さん、もう一回だけチャンスをちょうだい。そう言って泣きついた健一を、和子は大丈夫よ、ゆっくり休みなさいと優しく包み込みました。しかし、その優しさが結果として健一から立ち上がる力を奪ってしまったのです。数ヶ月の休息が数年に、そして気づけば30年という月日が流れていました。夫が亡くなった時、健一は葬儀にすら出ようとしませんでした。外に出るのが怖いんだ。みんなが僕を笑っている気がするんだ。暗い部屋で震える息子を見て、和子は無理強いをすることができませんでした。いつかきっと良くなる。その根拠のない期待が、この家の誇りとともに熱く積み重なっていったのです。今では、部屋のドアの隙間から漏れ出す悪臭と、絶え間ないパソコンの駆動音だけが、息子の生存を確認する唯一の手段となってしまいました。私の愛は、この子を助けるためのものじゃなく、腐らせるためのものだったの。和子の自問自答に、古い時計のチクタクという音だけが虚しく答えています。その日の夜、和子は震える手で一通の封筒を握りしめていました。それは、役所から届いた介護保険の通知と、そこを突きかけた貯金通帳です。健一、話があるの。開けてちょうだい。大事な話なのよ。和子は30年間で初めて、毅然とした声で息子の部屋のドアを叩きました。帰ってきたのは、舌打ちと後にしてくれというざめた声。後にはできないの。お母さん、もう限界なのよ。お金も体も。和子の叫びに、ようやくドアが数センチだけ開きました。隙間から覗く健一の顔は、青白く浮き出し、髪輪の美砲台で目は血走っています。毛がないなら、どっかから借りてくればいいだろう。俺を追い出す気か。健一の口から出たのは、謝罪ではなく、母親を責め立てる身勝手な言葉でした。お母さんが死んだら、あなたはどうするの？誰がご飯を運んでくれるの？和子の問いかけに、健一は一瞬だけ目を見開きましたが、すぐに鼻で笑いました。死ぬなんて脅かすなよ。年金だってまだあるんだろ。
俺の人生を壊したのはお前らなんだよ。バタンと激しく閉められたドアの音が和子の心に最後の一撃を与えました。それは親子としての情愛が完全に断絶した瞬間でした。和子は暗い廊下で力なく座り込み、ただただ震えが止まりませんでした。数日後、恐れていた事態が現実のものとなりました。朝、台所で健一の味噌汁を作ろうとした和子は、猛烈な元運に襲われました。健一助けて。声を出そうとしましたが、喉が締め付けられるように苦しく、そのまま冷たい床に倒れ込みました。高熱と意識の混濁。彼女が最後に見たのは、換気扇の油汚れと古い天井のシミでした。その頃、2階の健一はネットゲームの対戦に没頭していました。1階で何かが倒れる音が聞こえましたが、また何か落としたんだろうと無視を決め込みました。昼が過ぎ、夕方になっても、いつもの場所に食事が置かれることはありません。空腹に耐えかねた健一は、イライラしながら部屋を出て階段を降りました。おい、飯はどうしたんだよ。腹減ってんだよ。怒鳴りながら台所に入った健一ざめにしたのは、変わり果てた母親の姿でした。和子は失禁し、冷たくなった床の上で小さく震えていました。健一な、待って。助けて。うるさいな。寝たらいいのにね。暗殺をしないでくださいね。しかし、健一が最初に取った行動は、救急車を呼ぶことではありませんでした。彼は、倒れている母親のそばに落ちていた彼女の財布を拾い上げたのです。病院に行ったら俺のことがバレる。働いてないことがバレるんだ。恐怖と自己保身が彼の理性を完全に麻痺させていました。健一は財布から数枚の千円札を抜き取ると倒れている和子をまたぎ、コンビニへと向かいました。冷たい廊下で意識を取り戻したとき、和子の目に映ったのは、コンビニの袋を下げて自室へ戻ろうとする健一の後ろ姿でした。健一、待って、助けて。かすれた声で呼びかける母親に、健一は一瞬足を止めましたが、振り返ることはありませんでした。うるせえな。寝てれば治るだろう。大げさなんだよ。その言葉を残し、彼は階段を駆け上がっていきました。和子は凍りついた心でその背中を見送りました。この子はもう私の息子じゃない。私を食いつぶす怪物になってしまったのね。死の淵をうろついながら、和子の中にあった最後の母性という名の幻想が打ち砕かれました。彼女は震える手で、這いつくばりながら固定電話へと向かいました。向かった先は、警察でも救急でもなく、以前パンフレットを隠し持っていた高齢者支援センターでした。もしもし、助けてください。このままでは、2人とも死んでしまいます。涙さえ出ない枯れ果てた瞳で、和子はついに30年間の沈黙を破る決断を下しました。それは、最愛の息子を社会という冷たい荒野に放り出す、親として最も辛く、そして最後の慈悲でした。民生委員と警察が駆けつけたとき、家の中は異様な静寂に包まれていました。和子は衰弱しきって入院し、2階に立てこもっていた健一は、強制的に部屋から引きずり出されました。話せって、何するんだ。俺は何も悪いことはしてない。光を拒むように目を細め、
暴れる健一の声が近所に響き渡ります。家の中に残されたのは、山のようなゴミと、和子の年金で買いあさったゲームソフト、そして腐敗した食べ残しだけでした。誰もいなくなった古い一軒家で、時計の音だけが虚しく響いています。入院先のベッドで、和子は窓の外の夕焼けを見つめていました。あの子、今頃どうしているかしら。ご飯は食べられているのかしら。心の一部が引き裂かれるような痛みを感じながらも、和子は自分に言い聞かせます。これでよかったの。私が死ぬ前に、あの子を一人にしなくてよかったのよ。孤独は重く、そして冷たいものでした。しかし、友田おるを待つだけの偽りの平穏よりは、ずっとましな痛みでした。健一がいない家は、あんなに憎んでいたはずの罵声さえ聞こえず、ただたれがたいほどの静寂が広がっていました。和子は初めて、自分が抱えていた絶望の正体が、息子への愛情ではなく執着であったことに気づいたのです。数ヶ月後、退院した和子は、あの一軒家を手放す決心をしました。思い出も後悔も全部ここに置いていつは、小さな介護施設の一室に落ち着いた彼女の手元には、もう健一の食事を作るための包丁はありません。一方、健一は更生支援施設に入所し、30年ぶりに他人と向き合う日々を送っています。働けなんて言わない。まずは自分で顔を洗うことから始めよう。支援員の優しい、しかし毅然とした言葉に、健一は赤ん坊のように泣きじゃくったと言います。和子は健一からの手紙を一度も読んでいません。読む勇気がまだないのも事実ですが、それ以上に自分の人生を歩み始めた実感を大切にしたいからです。お母さん、私は元気よ。だからあなたも自分の足で立って。窓越しに見える朝日は、かつて絶望の中で見上げたものと同じはずなのに、どこか温かく感じられます。親の愛とは、抱きしめることだけではなく、時には突き放す勇気を持つこと。82歳にしていたその教訓は、あまりにも重く、痛ましいものでした。しかし、友田上の足音はもう聞こえません。残されたわずかな時間を、和子は一人の人間として、静かに、そして確かに刻み始めています。歪んだ絆を断ち切った先に待っていたのは、孤独ではなく、本当の意味での自立という名の光でした。親子の絆が、時に自分たち縛りつける鎖になることもあります。勇気ある決断が、二人の未来を救う唯一の道だったのかもしれません。この物語が、今苦しんでいる誰かの心に届くことを願っています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。共感していただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。皆様の明日が今日よりも明るいものでありますように。今日も最後まで一緒にいただきありがとうございますね。これからも夕暮れの時間を、はい、一緒に笑いし、一緒に歩いていく仲間として共感できる話をお伝えします。